政府がオープン AI の大株主になるかもしれないって？どういうこと？そう、オープン AI が自分から言い出したらしいんだよね。自分から？それって国有化ってこと？僕、頭こんがらがってきたよ。正確に言うとね、自社株の 5%、評価額にして約6兆円分を提供する構想を打診したって報じられてるんだ。6兆円って Y のひまわりの種何年分やねん。規制する側の政府に企業が自分から株を差し出すなんてなかなか聞かない話なんだよ。待って、これもう決まったこと？まだ打診の段階。実はそう単純な話じゃないんだよね。気になる。じゃあなんでこんな提案してるの？その狙いと同じく IPO を目指すアンスロピックが正反対に政府と法廷で争ってる理由まで今日ハマるっと見ていくよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。ちょっと待って、6兆円ってそれをアメリカ政府にタダであげるってこと？オープン AI に一体何のメリットがあるのか僕には全然わからないんだけど。まず大前提ね、これはまだ全部が報道ベースでオープン AI も政府も正式発表はしてないの。あくまで打診したって報じられてる段階なんだよ。打診、つまりまだ何も決まってないわけか。で、そもそもオープン AI は誰にこの6兆円の話を持ちかけたの？サム・アルトマンがトランプ大統領やハワード・ラトニック商務長官、スコット・ベセント財務長官に直接持ちかけたって報じられてるの。政府のトップ勢揃いやん。いきなり大統領で偉い大物に話持っていったな。その 5% っていうのが最新の評価額8520億ドルの 5%、 日本円で約6兆円、ドルだと約426億ドルっていう計算なの。426億ドル。もうゼロが多すぎて頭がこんがらがってきた。要するに想像もつかないくらいでかい金額ってことね。専門用語だと株主の構成一覧をキャップテーブルって呼ぶんだけど、そこに国家が名を連ねるのは異例中の異例なんだよ。国が会社の株主名簿に載るってことを？確かになんか変な感じするな。そうでね、その株を元手にしてパブリックウェルスファンド、日本語でいう国民富裕ファンドを作ろうっていう構想なの。パブリック、ウェルス、ファンドを、要するに国民みんなの貯金箱をオープン AI の株を使って作るみたいなイメージ？イメージはすごく近いよ。アラスカ州が石油で得たお金を住民に配ってるファンドがモデルで、それの AI 版って感じなの。でもさ、やっぱり引っかかるんだよね。ただで6兆円もあげてオープン AI は一体何が得なの？僕には損にしか見えないんだけど。逆なんだよ。政府を株主に引き込めば規制の圧力を弱める最強の政治的な保険になるの。なるほど。規制する側がオープン AI の株主になったら自分の資産が減るような厳しい規制はやりにくくなるってことか。それってなんか企業が国に賄賂渡してるみたいにも聞こえるんだけど、そういう見方もあるの？そこはまさに専門家からも心配されてるところ。政府が特定の企業とだけ資本関係を持つと他社より優遇するんじゃないかっていう懸念が出てるの。これってオープン AI だけの話なん？他の会社は関係ないの？実はアルトマン CEO はこの仕組みをオープン AI だけじゃなく提案してるらしいの。 Google やメタ、それにアンスロピックも含めた米国の AI 企業まとめての業界全体構想って話なんだよ。そういうこともっちいさえてるね。で、この6兆円っていう数字、そもそもどこから出てきたと思う？実は IPO 準備と直結してるの。上場したら株の価値がもっと上がるかもしれないのに、その前に国に株を上げちゃうの？僕的にはかなりもったいない気がするんだけど。そう見えるよね。でもこれさっきの IPO の準備と直結してる話なの。オープン AI はもう上場に向けた手続きを水面下で始めてるんだよ。上場に向けた手続きってあの証券取引所にデビューするための申し込みってことをもうやってるんだ。意外と早いんだね。2026年6月8日に S1 っていう上場の申し込み書を非公開で出したってオープン AI が公式に認めたの。準備はもう水面下で進んでるんだよ。
S1 なんか暗号みたいな名前で聞いただけでちょっと毛づくろいしたくなってきたんだけど。大丈夫、難しくないよ。 S1 は上場するための分厚い申込書のこと。まだ中身は非公開だから、今出てる評価額はリークの数字なんだけどね。へえ。で、一番気になるとこなんだけど、その評価額って結局いくらなの？僕、そこ知りたい。これがすごくて、調達前が7300億ドル、調達後が8520億ドル、日本円だと100兆円を軽く超えるの。しかも目標は1兆ドルだよ。ちょっと待って、調達前と調達後って何が違うの？数字が大きすぎてもう頭の中こんがらがってきたよ。回し車で例えるね。お金を入れる前の箱の値段が調達前、お金が入って中身が増えた後の箱の値段が調達後。だから調達後の方が高くなるの。なるほどな。箱にお金ぎょうさん入れたら箱ごと高売れるっちゅうことやな。ほな、なんでそんな急いで上場すんねん。急ぐ理由はコストなの。 AI を動かす推論コストがなんと年間141億ドルもかかるんだよ。この莫大な出費を賄うには上場での資金調達が急務なの。年間1回きりじゃなくてずっとかかり続けるってことだよね。しかも直近の四半期だけで37億ドルの現金を使い切ってるの。だから一刻も早く上場して大きな資金を確保したいんだよ。37億ドル。もう数字の大きさに慣れてきた自分がちょっと怖いよ。そういうこと。実はオープン AI 自体も去年会社の仕組みを大きく変えたの。今はオープン AI グループ PBC っていう公益を目的にした会社が事業の主体になってるんだよ。 PBC？ また新しい言葉だね。それって普通の会社とどう違うの？簡単に言うと、利益だけじゃなく社会的な使命も同時に追いかける会社ってこと。今回上場するのはこの新しい枠組みになったオープン AI なんだよ。その体制になって株主とか投資家の顔ぶれは変わったん？マイクロソフトが約 27%、非営利のオープン AI ファウンデーションが 26% を保有していて、残りを他の投資家や社員で分け合う形になってるの。これで株式市場からお金を集める土台ができたんだよ。でね、実は同じ時期に上場を目指すライバルがいるの。でもそっちは政府とオープン AI とはまるで真逆の関係を築いてる。続きは次で話すね。オープン AI の最大のライバルアンスロピックも実は同じ頃に IPO を目指してるんだよ。飼い主がいつも使ってるクロード、あれを作ってる会社なの。あ、クロードなら知ってる。飼い主のお気に入りやん。まさかそっちも上場するんだ。意外やな。そう。しかも評価額はコストマネーで約9650億ドル。2026年5月時点で一時はオープン AI を追い抜いたとも言われてるくらいなの。オープン AI より上ね。ライバル同士でめっちゃ評価額の競り合いしとるやん。すごい世界やな。でもね、決定的に違うのが政府との関係なんだよ。オープン AI は協調路線、アンスロピックはその真逆で政府と対立してるの。対立ってまさか政府と喧嘩してるってこと？そんなことある？喧嘩どころか、2026年3月9日に国防総省とトランプ政権を相手取って裁判まで起こしてるんだよ。裁判？同じ AI 業界なのにオープン AI と真逆だね。なんでそんな話になったの？軍がクロードを無制限に使いたいって要求したのをアンスロピックが安全のために断ったのがきっかけなの。それで対立が激化したんだよ。それで裁判所はどっちの味方してるの？結論はもう出たの？まだ係争中で結論は出てないの。アンスロピックは自分たちの安全ルールを理由に契約を打ち切られるのは憲法違反だって主張してるんだよ。契約打ち切りってそんな一存で決められるもんなん？国防長官がアンスロピックをサプライチェーンリスクに指定してトランプ大統領が全ての連邦機関に契約打ち切りを命じたの。かなり強硬な措置なんだよ。しかも6月には商務省が輸出規制まで発動して最新モデルクロードフェイブル5への海外からのアクセスを一時止めさせたんだよ。輸出規制って海外に売ったり使わせたりするのを国が止めるやつだよね。
飼い主のクロードがそんな武器みたいな扱いにちょっとびっくりだよ。実際にアクセス止められたのはどれくらいの期間だったの？ 6月12日に発動されて、安全基準の見直しを経て7月1日には制限解除されたの。約3週間、世界中の顧客が影響を受けたんだよ。そうなの。片や株を差し出す飴、片や規制と訴訟の鞭、国が両者にまるで真逆の手を打ってるんだよ。前にアンスロピックの上場を扱った時も思ったけど、この2社本当に対照的だね。同じゴール目指してるのに真逆の道じゃん。でしょ。でね、この飴と鞭の裏には実はもっと大きな政治的な動きが隠れてるの。次はそこを掘り下げるね。ちょい待ってきなこ。トランプさんとサンダースさんって普段はめちゃいてんが合わへん2人やろ。それがこの AI の件では一致してる。よく気づいたね。まずトランプ大統領はオープン AI が持ちかけたこの株式譲渡の構想を美しいことだって好意的に評価してるの。大統領がわざわざ褒めるってことは、政府としても本気で AI 企業の株を持ちたいってことなのかな。ただ税金を取るのとはまた違う話だよね。そうなんだよ。国が最先端 AI の株主になれば AI が生み出す富を国民みんなに分配できるっていう発想でね。国民を AI 革命のパートナーにするって言い方をしてるの。でもサンダースさんって確か大企業に厳しい左派の人だよね。トランプさんとは真逆のはずなのに、なんで話が合うの？そこが今日一番面白いところなの。サンダース議員は6月18日に法案を出してて、大手 AI 企業から一律 50% の株式を税として集めるっていう内容なんだよ。50%？ 半分やんか。オープン AI が提案した 5% どころの騒ぎちゃうで。サンダースさんの方がよっぽど過激やん。割合は全然違うよ。でもね、派のトランプさんも左派のサンダースさんも AI 企業を国の管理下に置くって方向は同じなの。これが奇妙な超党派の一致ってやつなんだよ。わあ、普段喧嘩してる2人が同じ方向を向くって逆になんか不気味だね。それだけ AI が大きい存在になってきたってことなのかな。まさにそう。ただこの流れには強い批判もあってね。ケイトー研究所っていう専門家集団は、政府が株主になると規制する側と儲ける側の利益がぶつかるって警告してるの。ああ、それはわかるよ。厳しいルールを作ったら自分が持ってる株の値段が下がっちゃうもんね。そりゃ規制も手加減したくなるよね。そういえば国が民間企業の株を持つのって今回が初めてなのをなんか聞いたことある気もするんだけど。実は前例はあるの。2025年8月には半導体大手のインテルに約89億ドル出資して 9.9% の株式を取得してるんだよ。もっと遡ると2009年のリーマンショックの時は GM の株を 60.8% も持ったことがあるの。そんな前例あったんだ。 GM もインテルも聞いたことある名前だし、じゃあ今回もそんなに珍しい話じゃないの？そこがポイントで、 GM もインテルも経営が苦しかったり安全保障上の弱点があったりして、いわば救済として株を持たれた側なの。でも今回のオープン AI は絶好調なのに自分から差し出そうとしてるのがこれまでと決定的に違うところなんだよ。そもそも国がもらった株ってどこがどうやって管理するの？そんな専門の窓口普通はないよね。そこもまだ全然決まってなくて、財務省が直接持つ案とか DFC っていう既存の政府機関を使う案が並行して議論されてるの。新しいファンドを一から作る案もあってね、これから議会で詰めていく話なんだよ。そんな細かいとこまでまだ何にも固まってないんだね。なんか思ってたよりふわっとした話だったよ。そうなの。規制するはずの政府が同時に株主にもなる、こんな前例のない話が進んでるの。じゃあ結局この動きって私たちの生活にどう関係してくるんだろうね。いや、今日の話は本当にスケールがでかかったな。政府が AI 企業の株主になるかもしれないって、もう一企業のニュースって規模じゃないよね。そうなの。これはオープン AI 一社だけの話じゃなくて、 AI 業界全体が国家の一部に組み込まれていくかもしれないっていう歴史的な転換点なんだよ。
歴史的な転換点か。ワクワクもするけど、正直ちょっと怖くもあるな。国が最先端の AI にそこまで深く関わってくるってことだよね。その怖いって感覚すごく大事だと思うよ。政府が株主になれば AI を規制する側の人とその成長で儲ける側の人が同じになっちゃうからね。ああ、試合の審判が片方のチームの株を持ってるみたいな話か。それは確かにもやっとするな。そう、まさにそこを自由市場を重んじる専門家も心配してるの。国が自分の資産のために規制を甘くしちゃうんじゃないかでね。規制する人と儲かる人が同じって、そりゃ審判が自分のチーム勝たせたくなるようなもんだもんね。ただね、モッチー、ここで一つだけすごく大事な釘を刺しておきたいの。今日の話、まだ何一つ正式に決まったわけじゃないの。オープン AI も政府も公式発表はしてなくて、あくまで構想打診の段階なんだよ。なるほどな。じゃあこれからこのニュースを追うときは、議会でどう話し合われるかとか、公式の発表があるかを見ていけばいいんだね。せやけど、政府が株もらって国民に配当するんやったら、ワイらにもいつかチャンネル登録者の配当じゃなくて、おやつ代還元プランとかないんかな。モッチー、うちは国みたいに株はいらないから、地道にひまわりの種代を稼ごうね。そういうこと、私たちも今後の議会審議と公式発表はしっかり注視していくね。で、最後にみんなに聞いてみたいことがあるの。政府が AI 企業の株主になること、あなたは賛成？それとも反対？理由もつけて、ぜひコメント欄で教えてね。同じように IPO を目指すアンスロピックの話は前に別の動画で詳しく解説してるから、興味があったらそっちも見てみてね。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。